こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。前回に引き続きアムステルダムとユトレヒトという都市の文房具屋を紹介していきます。11月13から15でオランダに行ってきました。ちょっと前のね、実店舗閉店のお知らせで、ライブ配信した通り、2年後くらいにはオランダ移住したいなと思っています。なので、今回の旅では気になっている都市をいくつか巡りつつ、見つけた文房具屋さんへ。オランダの冬は映像通りのね、天気がほぼ毎日続くような天気の悪い国らしくて、11月中旬でしたが、ヒートテックウルトラライトダウンジャケットをね、すべて着込むくらいの寒さでした。そして多分一番名前をね、聞いたことがあると思うアムステルダムという都市は大麻とかね、売春が合法とのことでも有名です。文房具屋を早速見つけました。では見ていきましょう。オランダのアムステルダム中央駅から徒歩15分ほどのところにある小さな文房具屋さんです。ライクステーショナリーアムステルダムというお店で、第一印象はね、少し北欧っぽい装いを感じました。鉛筆モチーフの案内板やオブジェクトがね、あって可愛い。前回のね、フランス編で紹介したパピエティグルにも店の前に大きい鉛筆オブジェがありました。文房具屋さんのね、定番なのかなと。店内は雑貨屋さんのようにね、整理整頓されたディスプレイ。仕入れ商品とこのお店のオリジナル商品が半々ぐらいの印象で、ここにもね、日本の文房具発見しました。ハイタイドさんの商品がね、いくつか店内に並んでいます。オリジナルのものはライクステーショナリーのオーナーであるデザイナーのサンネさんかなが一人で作ってるとのこと。オリジナル文房具は他のお店にね、卸したりもしてるらしくて、同じね、一人文房具屋としてはね、心から尊敬します。動画にはね、映ってないんですけど、レジ近くにサンリオのグッズもたくさん置いてありました。サンリオのね、中でも特にキキララが好きとおっしゃっていて、びっくりしました。店内には他のね、お客さんが話している、日本語の文房具だよ、あったよ、なんて声もね、聞こえて、異国にいながら日本のことをよく感じるお店でした。あと、個人的にね、大好きなミランというスペインの老舗メーカーの商品の取り扱いも多く、ちょっとね、感動しました。私はこのお店ではオリジナルデザインの鉛筆と、あとミニノートをいくつか購入して、デザインペーパーとかね、ポストカードも多くあって悩んだんですけど、お土産とかにもね、いいんじゃないかなと思います。オーナーさん一人で営業されているとのことで、営業日がね、少し少なめなので、事前に SNS とか Google マップとかでね、確認することをお勧めします。次に紹介するのはアムステルダムから列車で30分くらいのところにあるユトレヒトという都市の文房具屋さんというよりは生活雑貨屋さんですかねの文房具コーナーです。オランダ発祥のヘマというブランドで、オランダ国内にもいくつかショップを展開しているほか、ヨーロッパの近隣諸国にも出店している大きなね、チェーンの雑貨屋さんです。フライングタイガーみたいな感じだけど、衣料品とか化粧品などもありました。ところで背景に流れてる映像はユトレヒトという都市のね、綺麗な散歩道です。天気のせいであんまりね、綺麗に見えないんですけど、森とかね、川とか可愛い建物がすごい良かったです。実は私たちがね、オランダで移住を考えている一番の候補はここで、もっと街中はギュッとしていたんですが、あまりのね、寒さにポケットから手を出すことができず、やっとね、体温上がったあたりで動画を撮り始めました。ユトレヒトでね、一番出会いたくない事件が実はこの前にあったので、エンドロール後のおまけでちょっと雑談しますね。ということで、いい加減ヘマの文房具コーナーを紹介していきます。最初はかなりカラフルで子供向けのものが多いなという印象と、圧倒的に値段が安いなと思いました。例えばね、この6色ペンセットが 2.3 ユーロ。円安だけど368円くらいかな。そして他の棚に行くと可愛らしいデザインのコーナーもありました。ノート類はざっくり7、800円ぐらいかな。ちょっとほっとしますよね、これぐらいの価格だと。で、ノートやペン以外にもマスキングテープ、シール、ハサミ、付箋とかっていう幅広い展開。いくつかデザインのシリーズがあるようで、私はこのボタニカルな感じのデザインが好きでした。デザインが違うだけでアイテムの種類とか展開はね、一緒みたいです。そしてね、デザインシリーズは働く人や勉強する人向けが多くて、プランナー、トゥードゥ、スケジュール帳が豊富。
紙の質がそこそこなので、パッドタイプとか使い捨てだったらそこまで気にならないかなという感じ。日本にはね、日本のデザインの良さがあるんですけど、一消費者としてはデザインはヨーロッパで品質は日本のがいいなと思いました。あと日本人の好みに合いそうだなと思ったのはこの真っ白無地シリーズ。私は全部ね、持ち物を真っ白の無地に揃えたいとはあまり思わないタイプではあるんですけど、たくさんのね、色や柄を見た後だと不思議と白の無地のデザインがね、落ち着きました。柄や色があると楽しいなと思うんですけど、デスク周りとかだと色数がね、多いと気がちょっと散っちゃうので、ガチャガチャさせたくない時にこの白無地シリーズあるのはすごいいいんじゃないかなと思います。ヘマに寄れたのがちょっと閉店間際で撮影し損ねちゃったんですけど、ヘマにはミッフィーグッズがたくさんあります。実はね、ミッフィーはオランダのユトレヒト生まれなんです。なのでね、展開も豊富で、ヘマのアイテムはしかもすごくリーズナブルです。私はね、自分用にミッフィーのグッズをここでたくさん買い込みました。この真ん中に写ってるミニポーチと、その右側にあるスタンプをね、購入しました。他にもマステとかミニノート、定規なども幅広い展開がミッフィー柄であります。そのうち日本にも上陸してほしいなと思うくらいテンションの上がった雑貨屋さんでした。最後までご覧いただきありがとうございます。年末に向けてね、徐々に慌ただしくなってきたんじゃないかなと思います。体に気をつけて、乗り越えましょう。頑張りましょう。そして最後におまけの雑談です。映像はユトレヒト中央駅。この映像を撮ったすぐ後に実はね、スリーに会いかけました。幸いね、バッグが揺れたことに私が気がついて未遂で終わったんですけど、住もうと思ってたね、都市でやられたのがすごい悔しい。ちなみにすり未遂の人はね、若い人でニヤニヤしながらね、その場を去っていきました。地図をね、見ている時と旅の最後、気が緩む時っていうのは本当に要注意。未遂でね、良かったなと思います。